スモールのとしゆきとちえです。今回は、前回のプラントツアーに引き続き第2弾ということで、今回が、ビカクシダたちの、紹介ですね。うちは全部で10種類で12個の子たちがいるので、それを一気に紹介していきたいと思います。はい、そうしましたらそのまま、本編の方にどうぞ。どうぞ。はい、そうしましたら、早速紹介していきます。まずはこちらの、アルシコルネアフリカですね。この子は、ヤフオクで購入しました。結構細い葉っぱ、穂塩が特徴的で、葉っぱの感じはちょっとビフルに似てるような感じですね。で、下4枚の葉っぱに関しては多分うちに来てからちょっと日焼けで茶色くなってしまったんですけど、その他の3枚の穂塩に関しては今結構綺麗に成長してってくれてるので、そちらに期待したいところです。で、結構水の乾きが早い気がしていますね。なので結構水やりの頻度多めで育ててます。では次の紹介です。続いてはグランデという種類になります。で、この子はうちの中でかなり古株でして、ビカクシダ結構ハマるきっかけになった子ですね。2番目に購入しました。で、森の王冠とも呼ばれてる結構大型品種で、結構購入した時も大きな状態で購入しましたね。あとここでちょっとストップです。実は今映ってる貯水葉なんですけど、出始めたばっかりで、実はちょっとこの子問題があって、購入当初からっていうのも成長点が穂塩に埋もれてしまった状態で板付けがされてまして、それでうまくちょっと葉っぱが出せない状態になってたんですね。なので購入してからしばらく経って、大手術をしまして、3枚あった貯水葉のうち2枚を取って、なおかつ水苔を新しく盛り直して、板付けしたっていうようなことがありました。ただ今結構ちゃんと新しい貯水葉を展開してきてくれてるので、今はこれからちょっと経過を見守りたいなっていうような感じですね。で、あと元からついてた貯水葉に関しても日焼けとかで茶色く変色してしまってる葉っぱとかもあったので、それも含め取ってしまったのは良かったのかなと思っています。さらにどんどん大きくなっていってほしいです。そしたら次に、紹介するのがこちら、品種名ちょっと不明です。ただおそらく葉っぱの形的にビフルカツヌかネザーランドかなと思ってます。なので2株ついてるんですけど、上がネザーで下がランっていう風にちょっと読んでます。で、この子は吉祥寺のインテリアショップで購入しまして、1株、1000円で売ってました。で、2つ購入して1つのコルクに板付けしてるというような感じです。で、結構成長速度速くて、日に日にすごい葉っぱが大きくなっていってますね。で、今上のネザーって呼んでる株の方に関しては成長点が隣接して2つあるので、胞子葉がお互いの成長点をちょっと圧迫しそうな感じなので、これからちょっとそれは手術するかもっていうような感じで考えてます。もしそうなった時はまた動画で様子を伝えればなと思っています。では次の紹介です。次が、ピューチャンですね。こちらヤフオクで購入しました。僕結構ビカクシダは名前で選んでるところもあって、このピューチャンも名前の響きがすごく好きで育ててみたいなと思って購入しました。で、こちらもちょっと一旦ここでストップです。で、こちら今映ってると思うんですけど、葉っぱの一部が変色してしまってる
葉っぱがありまして、これなんかうちに来てからすぐぐらいにこうなってしまったんですけど、多分ちょっと日焼けなんですかね。ちょっと詳しいとこわかんないんで、わかる方いたら教えてほしいんですけど、株自体成長速度が若干ちょっと遅めなので、ちょっと心配してたんですけれども、前回の動画で紹介した育成ライトをつけてからは結構成長速度早まったので少し安心してます。でピューちゃん自体結構小株が出やすいって聞いたことがあるんで、それもちょっと期待してるんですけど、まずは早めにちょっと大きくなってもらって、そこから小株出やすい板付けの仕方だったりとか、そういう形に変えて調整してあげれたらなと思ってます。では次の紹介です。こちらが、ワリチーのワイルド株です。タイ北部の山で採れた株になります。ヤフオクで購入しました。でこの葉っぱすごい大きくなってるんですけど、このすごい葉脈と、あとちょっと白っぽい胞子葉がすごく好きですね、僕は。もともとはこのでかい胞子葉買った時は出てなかったんですけど、結構元の葉っぱはすごくちょっと見た目が悪くて、ただその出品者の方の説明のところに根はしっかり張ってますっていう風に書いてあったので、ちょっとそれを信じて購入してみて、育ててみると意外にも元気に育ってくれてるというような感じです。うちの中ではワイルド株唯一この子だけなんですけど、僕個人的にすごいワイルド株に対しての憧れがあって、どうしても買いたいなっていうので、購入しました。もともとこれ僕のイメージではあるんですけど、ワイルド株って育てにくい、なかなか成長しづらいみたいなイメージがあったんですけど、この子に関しては本当板付けしたらもうすぐに葉っぱが出てきて、何の心配もいらなかったですね。すごく育てやすいです。これからちょっと冬寒い時期になって休眠とかしたりするのかもしれないんですけど、ちょっとその辺も様子見ながら育てていけたらなと思ってます。では次の紹介です。こちらはリドレーシンフロンドですね。僕の中ではキングオブビカクシダの種類です。でビカクシダにハマってから初めて購入した株で、もともとインスタで見たのがきっかけですごい欲しかったんですけど、特にこのキャベツみたいな貯水葉ですね、プラスこの胞子葉も鹿の角みたいな感じで、やっぱリドレーにしかない形っていうのですごく好きです。で最初見た時は欲しいって思ったんですけど、ただ育て方はすごい難しそうっていうところと、あとは買うこと自体、購入すること自体もすごい限られた場所でしか購入できないと思うんで、そういったところで最初は諦めてました。ただこれからそのビカクシダいっぱい育てていこうってなった時に、まずはこの子でしょっていうので、リドレー購入しましたね。で今見えてる貯水葉2枚に関してはうちに来てから出てきた葉っぱで、今はもう胞子葉ターンに切り替わってるんですけど、またこれから多分貯水葉ターン来ると思うので、株全体を覆うような、なおかつこう葉脈がしっかりと浮き出るようなかっこいい葉っぱ出してくれたらなと思ってます。はい、では次の子の紹介ですね。続いてはこちらオモです。名前で選んだシリーズ第2弾ですね。でちょっとこの子は動画の素材足りてなかったので、ここで一旦ストップです。結構ビカクシダの種小名大文字で書く種類って僕オモぐらいしか知らないんですけど、なのでそういったところの特別感もあってすごい名前好きですね。株に関しては、このオモっていう種類自体が白系ビカクの代表格って呼ばれるものでして、白ビフだったりとか、あとセルソと並ぶような白系ビカクになります。で名前自体も、オモっていうのが東南アジアとかでよく使われる漂白剤の名前から取られてるみたいで、それだけやっぱり白いっていうところが特徴的なのかなと思います。
でうちのこの子は結構細い葉っぱになってるんですけど、株によっては結構幅広になるものもいたりするみたいで、でも僕個人的には細い葉っぱ結構好きなので、このまま白くて細い葉っぱどんどん展開してかっこよくなっていってほしいなって思ってます。はい、では次の紹介です。こちらはちょっと種証明不明ですね。ただ葉っぱの形的にビーチじゃないかなと思ってます。でこの子は、初めて購入したビカクシダで新宿の雑貨屋さんで購入しました。でもともとは苔玉で売られてたんですけれども、少し前の動画でも紹介した株分けの時に、苔玉から株分けして、板付けした子です。で結構細長くてかつ白い胞子を出してて、なので結構、僕の好きなタイプですね。あとは板付けを初めてした子で、結構板付けにハマった最初の株でもあります。株分けした片割れの方は苔玉にして飾ってるんですけれども、後ほど出てくるんですけど、一応苔玉の方を一世って呼んでて、こっちを二世って呼んでますね。結構大きな株なので存在感もあってすごい僕は気に入ってます。それでは次の紹介です。こちらが噴式ですね。この噴式大きくなると胞子のついた刃先がカールするっていうのが特徴の種類になります。でこちら先ほど紹介したリドレーと同じタイミングでビカモリさんから購入した株です。でこちらリドレーは僕が欲しいっていう風に言って購入したんですけど、この噴式は逆に知恵が欲しいって言って購入した種類です。でこちら一応メリクロン苗ですね。であとは最初はもう貯水葉とかも出てない状態の、ポット苗の状態で購入したんですけど、そこから板付けをして、成長しているというような感じですね。であと、これは個人的な感想というか感覚なんですけど、前の動画でも紹介したクセライトをつけてから出てきた葉っぱに関しては、それ以前に出てきた葉っぱより結構大きく成長してる気がするので、やっぱりクセライトの効果も大きいのかなと思ってます。では次の紹介です。こちらが、ウィリンキーですね。名前で選んだシリーズ第3弾です。ウィリンキーって結構ヤフオクとか、あとは成長記録のブログとか、そういったところで必ずと言っていいほど目にする種類の名前だと思うんですけど、僕の中ではすごくザ・ビカクシダっていうイメージが強い品種ですね。で結構僕服は玄人ぶって喋れるんですけど、逆にビカクシダは最近始めたばっかりなので結構ミーハーなんですよね。なのでやっぱりみんなが欲しい育ててるものは僕も育てたいっていうそういう考えなので、育ててみたいと思って購入しました。結構大株になる品種で、やっぱり好きなポイントとしては成長毛がしっかりとついた白い胞子を展開して、なおかつ一つの葉っぱの分岐が多くて上品な見た目であるってところがすごく好きなポイントです。うちの子はまだちっちゃいのでまだまだこれからっていう感じなんですけど、かっこよくどんどん仕立ててあげれたらなと思ってます。では最後の紹介です。先ほど紹介した多分ビーチってやつの片割れです。こちら唯一の苔玉の仕立て方ですね。先ほど紹介した2世と株分けなので成長速度とか胞子量の数自体はそんなに変わらないかなと思ってます。でやはりさっきも説明したんですけど、一番初めに購入したビカクシダっていうこともあってかなり思い入れのある子たちですね。で最初やっぱり購入した時は僕ビカクシダっていう種類自体を知らなかったので、普通に天井から植物吊り下がってたらかっこいいなっていうので購入しました。でこの窓際の位置が定位置で結構ソファーが下にあるんで頭ぶつかりやすいですね。であとは苔玉っていうのもあって水苔が乾くの早いので結構高頻度で水をあげてるかなっていった感じです。
かがだったでしょうか。今回でうちのプラントツアーは全部終了でございます。今うちにいる植物は全員紹介できたかなと思います。はい、はい、いかがだったですか？改めてね、みんなの経緯とか振り返ることができて、そんな機会ってね、なかなかないんで、まあ確かに、そうだね。よかったかなって思ってます。多分これ見てくださっている方で、植物育てている方も、なんかこういうなんでそれを植物買ったかとか、それがどうしても欲しくなった理由というかね、なんかそういうの必ず1個とか2個あるはずだと思うんで、なんか皆さんのこのお気に入りの植物とかおすすめの植物みたいなのをコメントとかで教えてくださると嬉しいです。だから自分たちもね、なんかそれ育ててみるきっかけになったりすると思うので、参考にさせていただくかもしれません。お願いします。はい。であと今回紹介した植物なんですけど、なんかこう気になる点とか質問あれば、気軽にコメントまでお寄せください。お寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。リビングルームフォアスモールのとしゆきとちえでした。